厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はクラシック音楽を普段あまり聴かない方にもおすすめしたい定番のピアノ曲20曲をご紹介します。実は定番のピアノ曲は20曲では収まらず、これを含めて3本出しています。今日は後期ロマン派以降著作権の切れている作品までをご紹介します。他の2本は古典派から前期ロマン派までの20選とピアノの詩人ショパンのピアノ曲20選をご紹介しています。さらにピアノ協奏曲とピアノソナタについてはそれぞれ別の動画で紹介していますので、概要欄にある定番曲シリーズの再生リストからまとめてご視聴いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録をして早速いきましょう。1曲目はこちらです。後期ロマン派を代表するドイツ出身の作曲家ブラームスのパガニーニの主題による変奏曲です。この曲は1862年から63年頃に作曲されました。作曲の背景にはブラームスの友人で名ピアニストのタウジヒの存在がありました。タウジヒはブラームスに前期ロマン派の名バイオリニストパガニーニの主題を使って華やかな変奏曲を書いてみないかと提案しました。シューマンやリストといった巨匠たちもまたパガニーニの主題を用いたピアノ曲を作っていたということもあり、ブラームスの頭の片隅にもそうしたアイデアはあったようです。提案をくれたタウジヒは超絶技巧を持つ名ピアニストだったため、ブラームスはタウジヒの技巧に対する記念的な作品としてこの曲を書こうと思い立ったのです。この曲を聴いたリストは自分の作品よりもブラームスの変奏曲の方が良いと話したそうです。このリストの言う自分の作品というのは名曲ラ・カンパネラを含むパガニーニによる大練習曲のことです。この曲はこちらの動画古典派から前期ロマン派までの定番のピアノ曲20選でご紹介していますので合わせてご覧ください。2曲目もブラームスの作品です。ブラームスのハンガリー舞曲第5番です。1868年に作曲されました。ドイツ出身の作曲家シュメリングがこの第5番を管弦楽編曲しているため、オーケストラ曲として聞いたことのある方も多いかもしれません。当時ハンガリーホニャララ曲という名前の作品は様々な作曲家によって作られていますが、実際はハンガリーの音楽ではなくロマの音楽を用いたものが多いようです。当時ハンガリー王国を統括していたオーストリア帝国は迫害に遭っていたロマの人々に寛容でした。そのためハンガリー民謡とロマの音楽がよく混同されて認識されていたのです。ハンガリー出身のリストがハンガリー教師曲という名前でロマの音楽を用いた時には祖国ハンガリーから大バッシングを受けたこともありました。こちらも前期ロマン派までの定番ピアノ曲20選でご紹介しています。続いてもブラームスのこの曲です。
ブラームスのラプソディ2番と呼ばれる2つのラプソディより第2曲ト短調です。1879年に作曲された2つのラプソディはこの時期のブラームスのピアノ曲の頂点をなす作品とみなされています。堅実な構成と充実した内容の名作で多くのピアニストたちがレパートリーにしています。初演の時はラプソディという名前ではなく、第1曲がカプリッチョ、第2曲がモルト・パッショナートという名前で発表されていました。ブラームスはよりスケールの大きく形式美のある情熱的な作品であるという理由からラプソディという名前を付けたのではないかと言われています。さてもう一つブラームスの名作をご紹介しましょう。ブラームスの6つの小品より第2曲インテルメッツォ間奏曲です。1893年までに作曲されたブラームス晩年の作品の中でもとりわけ広く愛されている定番曲です。実はこの曲を作曲した前後、ブラームスは師匠のような存在だったシューマンの妻であるクララから大きな怒りを買ってしまうという出来事が起こっていました。それはシューマンの交響曲第4番の出版をめぐるトラブルでした。ブラームスはシューマンの生前に出版されていた改訂稿ではなく、未出版になっていた初稿にこそシューマンの本質があると高く評価していました。ブラームスはクララからシューマンの交響曲第4番の初稿を手に入れ、クララの同意を得た上で1891年初稿版の出版にこぎつけました。ところがクララの方の認識はブラームスとは異なり、クララはこの出版に同意していたつもりはありませんでした。クララは激怒し、ブラームスをシューマンの名誉を汚して利益を得たと激しく非難しました。ブラームスはクララの誤解を解くために手を尽くします。そして1892年にようやくクララから許しの手紙が届きます。最新のあなたのピアノ商品集に免じて私たちの友情を元の鞘に収めましょう。クララの言うあなたのピアノ商品集というのがこの6つの商品と同時期に作曲していたもう一つの商品集4つの商品です。翌年からブラームスはこの2つの商品集の曲を出来上がったものから順に次々とクララに送っています。続いて5曲目はこちらです。ロシア出身の作曲家ラフマニノフの前奏曲 A 波短調鐘です。1892年の作品で5つの幻想的小品集の第2曲に収められています。この曲の初演は1892年の秋、モスクワ電気博覧会のコンサートの一つで行われました。ラフマニノフは自分の作品だけではなく、ショパンやリストラの作品と共に発表したのですが、この曲は特に聴衆の熱狂を生み、初演は大成功となりました。以降、ラフマニノフの代名詞的な名曲として各地で演奏が求められる、まさに生前からの定番曲となったのです。
この前奏曲英破単調と同じ5つの幻想的小品集に収められているこちらの名曲もご紹介しましょう。ラフマニノフのエレジーです。ラフマニノフは1899年ロンドンでコンサートを行い、前奏曲英破単調などとともにこのエレジーを演奏しました。当時のロンドンはロシア音楽に懐疑的なこともあり、ラフマニノフにはコンサート前から批評家たちの厳しい目が向けられていました。しかし演奏後には驚嘆すべき聡明さとか優れていて独創的という評価を受け、ラフマニノフに注目が集まったそうです。続いてもラフマニノフの名作です。ラフマニノフの船歌です。1893年から94年に作曲されました。船歌は曲のジャンルの一つで、ベネチアのゴンドラの船頭の歌という意味です。フランス語ではバルカロール、イタリア語ではバルカローラ、バルカローレと呼ばれます。この船歌は左手の感動的なメロディーで始まる名作です。ラフマニノフはこの曲を最初の録音作品の一つにし、その際には楽譜の指示とは異なる演奏をしています。このラフマニノフという作曲家についてはこちらの動画、ラフマニノフ生涯と名曲にまとめていますので、ぜひご覧ください。続いて8曲目はこちらです。フランス出身の作曲家サティのジムノペディ第1番です。ジムノペディとは古代ギリシャの祭典や舞踊が由来になった言葉です。古代ギリシャのアポロンやバッカスの神々をたたえ、やり投げのような動作をして踊るようです。この不思議な調性の独創的な作品は、それまでの調性音楽のアンチテーゼとして同世代や後世の音楽家たちに大きな影響を与えました。同時代に活躍していた同じフランス出身の作曲家ドビュッシーは、このジムノペディの第1番と第3番をオーケストラ編曲し、自ら指揮をしています。9曲目はそのドビュッシーの作品です。フランス出身の作曲家ドビュッシーの夢です。
1890年前後の作品と言われています。夢というタイトルの通り、夢見心地な気分が表現された商品です。へ長調で始まりますが、途中で異長調や補長調、波長調へと転調を繰り返していきます。ドビュッシーがサティと出会ったのはこの作曲の前後と見られています。サティのジムノペディほどではありませんが、この曲も調整への意識を薄れさせようという試みが現れているとも言われます。10曲目もドビュッシーの名作です。ドビュッシーのアラベスク第1番です。1888年から91年頃に作曲されました。この曲にはフランスの作曲家たちの影響が見られると言われています。バロック時代の作曲家ラモーやクープランの優雅な表現技法や20歳年上の作曲家マスネのロマンチシズムが反映されていて、さらにそこにドビュッシー自身の新しい感覚が備わった名作として評価されています。続いてはドビュッシーが1990年から94年の間に作曲されたとされているこちらの名作です。ドビュッシーのベルガマスク組曲第3曲月の光です。この曲は1905年の出版の際に改訂され、現在演奏されているのはこの改訂版となっています。ベルガマスクという言葉はドビュッシーがイタリア留学中に旅行したベルガモ地方に由来しています。この組曲には4曲の作品が収められていて、どれも本当に素晴らしい作品なのですが、特にこの第3曲月の光は人気の高い定番曲となっています。続いてドビュッシーが1904年に作曲したこちらの作品です。ドビュッシーの喜びの島です。色彩豊かなこの曲は絵画から着想を得たとされています。その絵画はルーブル美術館にあるフランスの画家ワトーの名画シテール島への船出と言われています。シテール島は古代ギリシャ時代愛の女神ヴィーナスの島と言われていました。恋人たちはそれにあやかってシテール島に足を運んだそうです。ピアニストの高度な技巧と表現力が求められる難曲です。続いてはドビュッシーが1904年から5年にかけて作曲したこちらの作品です。
ドビュッシーの映像第1集より第1曲水の反映です。名前の通り水面に映る光や沈む影が映像で見ているかのように繊細かつ生き生きと揺れ動く様子が絶妙に表現されています。ドビュッシーはこの曲集について出版社宛ての手紙にこう書いています。この曲はシューマンの左、ショパンの右に位置するであろうと確信しています。続いてはドビュッシーが1910年に作曲したこちらの作品です。ドビュッシーの甘色の髪の乙女です。前奏曲集第1巻の第8曲に収録されています。ドビュッシーはルコント・ドリールの詩甘色の髪の乙女をもとに1882年頃に歌曲の甘色の髪の乙女を作曲しています。この前奏曲集第1巻の甘色の髪の乙女も歌曲と同じくルコント・ドリールの詩をもとに作られました。この曲の頭にはこう書かれています。極めて静かで優しく表情豊かに。続いては同じ前奏曲集第1巻よりこちらの作品です。ドビュッシーの前奏曲集第1巻より第10曲沈める寺です。ブルターニュに伝わるケルト族の伝説に着想を得て作曲されたと言われています。深い静寂な海に霧が立ち込め、かつて海に沈んだ大聖堂の鐘が海面に響き渡り、霧が晴れるとともに大聖堂が姿を現し、しかし再び海に飲まれ、鐘の音の余韻だけが残る。こうした一つのストーリーが表現されています。ちなみに沈める寺という言葉はこの曲の最後に記された言葉です。曲の頭には深い静けさのうちにやんわりとなる音の海の霧の中でと書かれていますが、一般的にこの曲は沈める寺という愛称で呼ばれています。さて16曲目はこちらです。サティやドビュッシーと同時代に活躍したフランスの作曲家ラベルの亡き王女のためのパバーヌです。1899年に作曲されたこの曲は管弦楽の魔術師の異名を持つラベル自身の手によって1910年にオーケストラ曲に編曲されました。そのためオーケストラ曲として聞いたことのあるという方も多いのではないでしょうか。パバーヌとは16世紀にヨーロッパに普及した舞曲です。この亡き王女のためのパバーヌというタイトルはよく亡くなった王女に捧げるパバーヌと解釈されがちなのですが、実際はかつてスペイン宮廷で小さな王女が踊ったようなパバーヌという意味のタイトルです。諸説ありますが、ルーブル美術館のベラスケスの絵画マルガリータ王女の肖像画から着想を得て作曲されたと言われています。17曲目もラベルのこちらの作品です。
ラベルの水の戯れです。1901年に作曲されました。この曲はドビュッシーの水の繁栄などに影響を与えていると言われています。しかし当時は年下だったラベルの方がドビュッシーから影響を受けたと批評されたため、ラベル自身がこれに抗議しています。ちなみにこの曲の初演を担当したのはラベルの親友で名ピアニストのリカルド・ビネスで、ドビュッシーの水の繁栄が入った映像第1集の初演も同じビネスが担当しました。続いてもラベルの名作です。ラベルの鏡より第4曲道化師の朝の歌です。1904年から5年にかけて作曲されました。鏡は本当に素晴らしいピアノ曲集ですが、とりわけこの第4曲の道化師の朝の歌はピアニストたちが取り出して好んで演奏する名作です。ちなみに管弦楽の魔術師ラベル自身が1918年にこの曲のオーケストラ編曲をしています。続いて19曲目はこちらです。ラベルの夜のガスパールより第3曲スカルボです。夜のガスパールには3つの曲が収録されていて、正直3曲合わせて定番曲ではあるんですが、今回は特に複雑性が高く緻密な名曲のスカルボをご紹介します。夜のガスパールは1908年に作曲された作品で、極めて難しい技巧が求められる作品です。当時南極の代名詞でもあったロシアの作曲家バラキレフのイスラメイについてラベルは名指しでこう言ったそうです。私はイスラメイよりも難しいピアノ曲を書きます。こうしてできたのが夜のガスパールと言われています。ラベルという作曲家についてはこちらの動画ラベル生涯と名作にまとめていますので、こちらも概要欄からぜひご覧ください。最後の20曲目はこちらです。ロシアの作曲家ムソルグスキーの組曲展覧会の絵よりプロムナードです。これは19世紀ロシアの最も独創的なピアノ曲という呼び声も高い名作です。この組曲展覧会の絵は10曲の商品と複数のプロムナードでできています。プロムナードとは散策をする遊歩道のことで、ムソルグスキーはいわゆる前奏曲や間奏曲にプロムナードという名前を付けました。まるで10の美術作品を見ながら歩く、まさに展覧会のような仕立てになっています。この曲を1874年に作曲したムソルグスキーは1881年に亡くなっています。ムソルグスキーの死からおよそ40年後の1922年、ロシア出身の指揮者クーセビツキーがこの曲を新しい形で蘇らせようと企画していました。パリでロシア音楽を紹介する演奏会のためにこの曲を管弦楽編曲しようとしていたのです。クーセビツキーがこの管弦楽編曲を依頼したのが管弦楽の魔術師ラベルでした。ラベルが編曲したこの組曲は初演から大成功を収め、今では世界中のオーケストラがプログラムに取り入れています。そのためピアノ曲としてではなくオーケストラ曲として聴いたことのあるという方も多いかもしれません。いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。今日の動画の中でいろいろおすすめした動画は概要欄に URL を記載しているのでぜひ合わせてご覧くださいね。
厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家の紹介や有名曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。